ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風優、こちらを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。プレマ歌声分析シリーズもですね、今回の You を含めてあと3曲になりました。You の他にはですね、OK Goodbye Forever Young、 残すところこの2曲になってしまったんです。ちょっと寂しいですね。今年中にですね、動画公開しますので、ぜひお付き合いいただけたらなというふうに思います。そして今回の You 歌声分析をしたわけですけれども、感情がものすごく伝わってくる歌だと思います。一瞬聞いただけでそのシーンのですね情景が頭の中にポンと浮かんでくるんですよね。こんな歌を歌えるボーカリストは世界中で藤井さんしかいないんじゃないかっていうぐらいすごいなって思ったし、感動してしまいました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、藤井風優歌声分析 GO!このね、優しい感じがいいですよね。で、あとね、この囁いてる感じ。ラララララララタンタンみたいな。なんかプレマの中で他の楽曲とは声の使い方が今回の You だけなんか雰囲気がちょっと違うなっていうふうに個人的に思っていて、温かみが一番強い声を使ってるのが You なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、今のフレーズどういう声を使ってるかっていうと、口の中の口腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴、この辺が中心になってるんです。ララララララみたいな。で、口の中の口腔共鳴なんですけど、いつもは言葉の輪郭をクリアにするっていう風な説明の仕方をしてるんですけど、今回の藤井さんのですね、この口の中の口腔共鳴の使い方、一般的な使い方とはちょっと違って、このね、喉側の空間をメインで使ってるんですよね。あくびが出る一番最初のタイミングの声の出方みたいな、ちょっとごめんなさい。わかりにくい説明の仕方なんですけど、みたいな、こういう声、この声を鼻に入れるんですよね。ララララララ。そうするとこういう声になるんですよ。そこにウィスパーボイスの息の音です。ララララララ。多分ね、こういう感じの体の使い方と声質コントロールだと思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、なんか近からずとも遠からずみたいな声質ですよね、僕さっき歌ったやつと。で、柔らかい声なんですけど、タラタラタタタッタンターみたいな感じで、音を切るところはとことん切って歌うみたいな感じでやってるじゃないですか。これをね、スタッカートって言うんですけど、このスタッカートを入れるからこそ、弾んだような雰囲気が出てくるんですよね。この辺さすがですよね。声質の表現だけじゃなくて、しっかりとリズム的な表現も加えて歌うっていうね。これが藤井さんの凄さなんですよ。次いきますよ。そうそうばい。来ましたね、フェイク。で、最初のフレーズなんですけど、ラララララー、すごく綺麗なこう上昇音階ですよね。で、このフレージング僕ね、ものすごく好きなフレージングなんですよ。一番最初にこのフレーズを聞いたのは、ネバーエンディングストーリーのテーマソングかな？ラララララーのこの音の上がり方、すごく美しいですよね。藤井さんがね、このフレージングを自分の曲に入れてくれてるっていうところでね、僕はもう感動しちゃってます。もう一回聞いてみましょう。
やばいね。もううっとりしちゃいますよね。で、さっきネバーエンディングストーリーで同じフレージングが出てきたっていう話をして、こう思った方もいると思うんですよね。あれ、同じフレーズ使うと著作権的にどうなのっていう風に思ってる方いるかもしれないんですけど、ワンフレーズぐらいだったら著作権違反にならないんですよね。どんぐらいだったっけな ?4 小節だか8小節。このぐらいの長さ、同じメロディーを使っちゃうと著作権違反なんですよね。で、4小節ってどのぐらいの長さかっていうと、今回の U で言ったら、1,2,3,4,2,3,4,32,3,4,2,3,4これが4小節です。このぐらいの長さ、同じメロディーを使ってしまうと著作権違反になりますよってことなんですよね。だから、タララララこのワンフレーズぐらいだったら著作権違反にならないし、これが著作権違反になってしまうと世に出てる音楽なんて全部著作権違反になっちゃうんですよ。で、藤井さんのすごいところは、メロディーはそのさっき言ったネバーエンディングストーリーのテーマソングのメロディーを使ってるんですけど、バックのサウンドが違うサウンドを使ってるので、本当に藤井さんオリジナルっていう感じの雰囲気作りがされてるんですよね。だからそういった感じでですね、藤井さんが好きなアーティストへのリスペクト感もすごく感じられるし、藤井さんのオリジナルの音楽性もものすごく感じれる、一度で二度美味しいポイントなんですよ、ここは。いやー、感動しちゃいますよね。次行きますよ。いいね。で、2回目はですね、さっきスタッカートでこうグッと止まったような雰囲気を表現していたんですけど、ここはそこまで強くブレーキ感を表現していないですよね。こうさらっと流れるような海辺を歩いている時に吹いてくるそよ風みたいな雰囲気を表現してんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら。最高ですよね、この雰囲気。なんか夕暮れ時の浜辺をこう歩いている感じの、なんか情景がね、僕の頭の中には浮かんでくるんですけど、で、その隣には、こう、綺麗な女性の方が一緒にいて、なんかね、こう、ラブラブな感じのシーンをですね、僕はイメージしちゃいました。でも多分そういうことなんじゃないかな。タイトルも You だし。で、曲とメロディーだけで、そこまで情景を想像させてくれる藤井さんの音楽センスってやっぱりね、ものすごいと思うんですよね、僕は。もう曲を聴いた瞬間、一瞬でその情景が僕の頭の中には浮かびましたから。多分ね、皆さんもそういった風に、今回のね、You、皆さんそれぞれの情景っていうのが頭にね、浮かんだと思うんですけど、これがね、藤井風パワーなんですよね。素晴らしい。次行きますよ。ああ、いいよ。ここの最後の締めの音がめちゃくちゃかっこいいですよね。こう細かいフェイクのフレージングでこうね、っていう風にすごく難しくてかっこいいところから最後にこうシンプルにスッとこう落ち着くっていうこの流れ。めちゃくちゃかっこいいですよね。なんか藤井さんの楽曲の歌声分析の回を重ねるごとに、ものすごくなんか専門的なお話をしているような気がするんですけど、皆さんちょっと難しすぎたら、ぜひね、コメントで教えてほしいんですよ。皆さんを置いていってしまうと、ただ単に僕が一人で楽しんでるだけの、そんな動画になってしまうので、テンションが上がりすぎた瞬間に僕はなんかそういった自分勝手なことを喋っちゃいますね。ごめんなさい。ただ、歌声の声の出し方に関しては、最初に説明した声をここまでずっとこうキープしてるような感じかな。小説家なんかをこう淡々と読んでるような、そんな感じの歌い方な気がします。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。かっこいい。こう淡々と歌ってる感じもかっこいいですよね。で、ほんのり明るい声質なんですよ。ちょっとね、笑ってるような感じの声質っていうか。ここもいいですよね。温かみを感じるっていうかね。多分レコーディングしてる時に口角をクイッと上げた感じで歌っていたんじゃないかなっていうふうに推測します。顔の表情が明るい状態で歌を歌うことによって声質も明るくなるので、
多分そういう感じで歌ったんじゃないかな。なんか目をつぶって聞くと、笑って歌ってる藤井さんの映像も浮かんできますよね。いや、本当にいろんな感情を届けてくれますね、藤井さんは。次行きますよ。一回ここでごめんなさい、止めますね。のところでちょっと声のニュアンス変わりましたよね。ここでどう変わったかっていうと、鼻の鼻腔共鳴、こちらが中心の歌声になったんですよね。で、音域も若干上がって、そっからこう徐々に音が下がっていくみたいなフレージングなんですけど、音が下がるとともに最初に説明した口の中の口腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴を2つをこうね、混ぜたような歌声にシフトしていっている。そういった流れの歌い方でした。もう一回聞いてみましょう。ほら、ほらほらほら。音がしっかりと下がりきったあたりで一番最初の歌声に戻ってますよね。こういった風にですね、フレーズの中でですね、声質を変えていくっていうのがすごいんですよ。ほんと器用に歌声をコントロールしますよね、藤井さんは。次いきますよ。この音が徐々に上がっていく感じもね、こんなドキドキさせてくれますよね。そういったね、音域を使っての表現もズバ抜けてますよね、藤井さんは。もう一回聞いてみましょう。ここがいいですよね。超かっこいい。もう一回同じおーが来るのかと思いきや、その期待をいい意味で裏切って、高い音に行くんですよ。この流れがね、かっこいい。で、音が上がるときって声のパワー感も結構ね、こうついたりするんですけど、藤井さんの今の高音ってそこまで声のパワー感出してないですよね。高い音なんだけど、こうふわっと歌ってる感じっていうか、ここもいい意味で不思議な感じがして、すごく心引っ張られるポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。ほらほら。どの音域でも、この声の柔らかさをキープしてる。これほんとすごいですね。どうやってんのかな後ろに弾いてんのかな声を。もう一回聞いてみましょうか。そうですね。やっぱりこう、後ろに弾いたイメージで歌うことによって、こう、柔らかい声をキープしてるんだな。なんだな。なんか変な話し方になってしまいましたけど。そういうことか。そこにこう、ウィスパーボイスをちょっと足すことによって、温かみをこう表現してるみたいなね。いやー、すごいですね。なんかポイントで後ろに弾いた声をこう入れて雰囲気を作るっていう歌い方、僕の歌い方の引き出しの中にはあったんですけど、こうね、様々な音域をまとめて後ろに弾いて歌うっていう方法はですね、今までの僕の歌い方の引き出しにはなかったので、ちょっとね、今回勉強になりました。次行きますよ。これね、やっぱりね、こうじわじわとこう盛り上がっていくっていう感じの曲、藤井さんの楽曲の中に多いですよね。このね、盛り上がり感がね、僕ね、大好きなんですよ。もう一回聞いてみましょうか。ほらほら。ドラムがね、こうガンガンこう鳴っていって、こうサビの U にこう突入するっていうね。やっぱり藤井さんの楽曲のサビ前はドラムが結構ポイントになってくるかなっていうふうに思います。ぜひね、皆さん、今回の U 以外の藤井さんの楽曲を聴くときにですね、サビ前、ドラムの音、どんな感じになってるのかなっていうふうに注目してみてほしいんですけど、なかなかね、ドラムの音を聞き分けてみろっていうのもね、難しい話かもしれないんですけど、結構ドラムの存在感が強い楽曲多いと思うんですよね。で、ドラムを激しくすることによってサビ前でこうインパクトをガツッと持ってきてるみたいなアレンジ。これが今回のプレマ結構多いと思うんでね、ぜひね、注目して聴いてみていただけたらなというふうに思います。じゃあサビいきますよ。
うんうんうん。で、結構ビートが強いじゃないですか。にもかかわらず、藤井さんの歌声の雰囲気って、A メロとか B メロの雰囲気をそのままキープして歌ってるんですよね。このサウンドの強さと歌声の柔らかさのギャップ、ここが最高に癖になるポイントだっていうふうにね、僕は思うんですよね。で、歌声もですね、ちょっと音域が上がったことによって鼻の鼻腔共鳴が中心になってるんですよね。高い声って鼻の中に声を入れるイメージを強くすればするほど出しやすくなります。多分その性質をうまく使ってサビ歌ってんじゃないかなって思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。これほんと癖になりますよね。すごく爽やかだけど、ビートがガツガツしていて、にもかかわらず藤井さんの歌声はすごくソフトっていうね。いろんな雰囲気を感じることのできる楽曲、それが You なのではないでしょうか。次いきますよ。そうそう、ここのね、最後のね、今の高いところ。ここで一気に声のパワーを爆発させるんですよね。この流れの持っていき方が最高にかっこいいですよね。で、最後のこの力強い声、どういう声を使っているかっていうと、肺の中のですね、胸腔共鳴の響きを強くしたチェストボイスって言われる地声感の強い声をメインで使っているんですけど、その声を主体としたミックスボイスなんですよ。地声が7割、裏声が3割ぐらいの割合のミックスボイス。ミックスボイスって地声と裏声をこうね、混ぜたような声のことをミックスボイスって言うんですけど、だからね、ものすごいね、ハイクオリティな歌声をチョイスして藤井さんここ歌ってます。もう一回聞いてみましょう。いやめちゃくちゃかっこいいですよね。ぐいっとね、こう音が上がっていく感じがね、気持ちを引っ張っていってくれるような雰囲気がして、めちゃくちゃね、痺れますよね。次いきますよ。ここもね、最初聞いたところはね、強い地声がまだ残っている感じなんですけど、その後からまた徐々にね、こう柔らかくて、ふわっとした感じの声質に戻していってるっていう、この流れね。でも全体的に軽くスタッカートを入れることによって、リズムの歯切れの良さをここでは表現してるんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。かっこいいね。もう歌声もリズムも完璧ですよね。めちゃくちゃかっこいい。やっぱり歌のかっこいいっていうのはどこの成分かっていうと、声質もまあもちろんそうなんですけど、大部分はリズム感的な部分なんですよね。いつも言っているスタッカートだったり、子音の発音。この辺がですね、歌のかっこよさに直結します。声がすごくかっこよくても、リズムがかっこよくないと歌がかっこよく聞こえないんですよ。だから藤井さんは歌声もリズムも完璧だからこそ、かっこいい藤井さんの歌声っていうのが生まれてるんですよね。次いきますよ。いいね。途中のオクターブのポイントいいですよね。オクターブってドレミファソラシドの下のドと上のド、この音関係をオクターブって言います。で、今のところどういう風なフレーズだったかっていうと、このオクターブ関係で高いメロディーと同じ低いメロディーがこうね、同時進行でこう動いているポイントがあったんですけど、このポイントが出てくると、すごくね、なんかこう透き通ったような綺麗な質感になるんですよね。もう一回聞いてみましょうか。ほらほら。ほらほら、後半ね、オクターブなってましたよね。すごくこう透き通ったようなね、質感がたまらないんですよね。いやー、まだ一番終わったばっかりなのにすっごい喋っちゃってる。ものすごくね、やっぱね、分析してみると、普段趣味で聴いてる時とは、またね、やっぱ聞こえ方が変わってくるので、楽しいんですよ、基本。歌声分析は僕。
でも普段からこの聞き方をしてしまうとすごく疲れてしまうので、動画撮影の時しかこの歌声分析用の聞き方っていうのはしないんですけど、やっぱ楽しいですね。次いきますよ。いいね。この低音でもね、しっかりフェイクを入れていくっていうところがやっぱり藤井さんならではですよね。どの音域でも歌いたいフレーズをね、しっかりと入れていくっていうね、ザ・アーティストって感じ。次いきますよ。あ、こっからね。そうだね。ごめんなさい。ちょっと止め方が今下手でしたね。僕。ごめんなさいね。ちょっと A メロの歌い出しからもう一回流していきたいと思います。なんか1番よりも声質の変化の幅が大きいかなっていうふうに思います。で、声っていうのは基本的に高い音になればなるほど細くなっていって、低い音になればなるほど太くなっていくんですけど、この声の自然な流れをそのまま使っているような歌い方をしてます。で、多くのボーカリストっていうのは音域によっての声質変化を最小限に抑えるような歌い方をするんですよね。例えば、ララ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 みたいな。今この1オクターブって言われる音を歌ったんですけど、声質の変化ってほとんどなかったと思うんですよ。でもこれ声の自然な流れを使うとどうなるかっていうと、ララ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 ラナみたいな。高い音が細くて低い音が太いみたいな声になるんですよ。これが声の自然な流れ。でも最初にやったのは声質が1オクターブあんまり変わんない声の出し方をしたんですけど、なんで多くのボーカリストがこの声質変化をさせない歌い方にするかっていうと、まず音域によって声質が変わらないっていうことで、その人の声の雰囲気っていうのを伝えやすいですよね。声のキャラクター性っていうか。あとですね、喉にかかる負担的な意味合いで声質をあまり変化させない方が、負担は少ないですね。多分この2つの理由から声質を音域によってあまり変化させない歌い方をするボーカリストが多い理由だと思うんですけど、でも藤井さんはここはあえて自然な声の音色をですね、使っています。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。二回し目とか、ララララララみたいな感じになってますよね。でも一回し目はこれ使ってないんですよ。一回し目と二回し目でこう雰囲気を変えるためにあえて声の自然な音色っていうのを入れたんじゃないかなっていうふうに推測します。次いきますよ。この無邪気に笑ってるような声質がね、すごく可愛いですよね。なんか心の底から楽しんで歌ってるんだなっていう風なね、そういった気持ちが伝わってきます。次いきますよ。いいね。メロディーを崩し始めましたよね。メロディーを崩すって多分ね、僕今までも歌声分析で何回も言ってきたと思うんですけど、どういう意味かって多分ね、説明していなかったですね。もともとある決まったメロディーをですね、アドリブで変えることをメロディーを崩すって言うんですよ。だからフェイクとかをよくやる人は、自分オリジナルのメロディーに変えて歌ったりするんですけど、今回の場合はですね、1番のメロディーと違うメロディーを2番で歌ってるみたいな、そういった意味でメロディーを崩すっていう風な表現の仕方をしました。もう一回聞いてみましょう。ここ。ラララララララが多分もう一回来るはずなんだけど、ラララみたいな感じで言ったじゃないですか。これがね、メロディーを崩すっていうところですね。いやー、楽しいね。次行きますよ。いいね。綺麗なハモリが入ってきましたよね。上ハモリですよね。メインメロディーに対して高い音域でハモリのフレーズを歌う。これをね、上ハモリって言うんですけど、ハーモニーのね、美しい成分がものすごい出るタイプのハモリパターンかと思います。もう一回聞いてみましょう。かっ
こいいな。そう、ハーモニーの知識もね、ものすごいんですよね、藤井さんは。で、今回の上ハモリっていうのは、どちらかというと、一般的なハーモニーなんですけど、なんか藤井さんがやると、ところどころで、なんかその一般的じゃない、ものすごく難しいような音がね、ポンポンって入ってきたりするんですよね。そういったところで、ちょっとね、音を使って遊んでるんじゃないかなっていうふうに思ったりして、ほっこりするんですけど、ただね、藤井さんは遊びのつもりでやってることかもしれないんですけど、僕から見たらね、ものすごいレベルの音の使い方なんですよね。もうね、一つ一つが勉強になります。次行きますよ。最初のおーのこのね、絡みがやばいですよね。R&B とかの歌手ってこういう風にロングトーン、おーってこう長く伸ばす音をロングトーンって言うんですけど、ロングトーンのフレーズが出てきた裏でこう複雑なフェイクが流れてるみたいなボーカルアレンジをするアーティストね結構いるんですけど、その手法なんじゃないかなっていう風に思います。もう一回聞いてみましょう。多分ね、藤井さんが3人ぐらいいたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。おーのところ。こういうね、声の絡みいいですよね。もう大好きなポイントです。次いきますよ。で、今のところのおーのところは、ハモリが今度始まって、またこう音の絡みが始まりましたよね。どんどんこのね、声の掛け合いがすごいことになってるんですよ。こうなんかこう、後ろからこう押し上げていくようなフレージングでしたね。おーおーほーほーみたいな。なんかすごくこうね、パワーを感じるようなボーカルアレンジだったかなっていうふうに思います。このね、音同士の絡みっていうのはなくて、こう、すっきりと聴ける感じもすごくインパクトが逆にね、強くなってる理由なのかなっていうふうに思うんですけど、もう一回聴いてみましょうか。ほらほら。すごくすっきりとした感じが逆にこうね、かっこよく聞こえますよね。そういう狙いもあんのかもしんないですね。次行きますよ。いいね。やっぱりこうサビまで連れて行ってあげるよみたいな感じのこの雰囲気ね、大好きですね。次行きますよ。1番よりもこの声の力強さが強くなってますよね。1番はもっと優しい雰囲気だったんですけど、2番は声の輪郭がはっきりしてるっていうか、ウィスパーボイスを使ってないっていうところが大きな理由の一つかと思うんですけど、やっぱりね、1番と同じ歌い方はしないんですよ。もう一回聞いてみましょう。いいね。なんかいつもの藤井さんっていう感じの歌声チョイスですよね、ここは。かっこいい。次いきますよ。いいな、ここやっぱ好きだな、僕。ライのところ。音をね、しゃくってるんですよね。しゃくりってこうちょっと低い音からこう目的の音までこうグイッと上げていくテクニックをしゃくりって言うんですけど、このしゃくりがあることによってやっぱね、疾走感がグッと出るんですよ。ここがね、かっこいいですよね。もう一回聞いてみましょうか。くるよ。ほらほらほら、ライのところ。超かっこいいですよね。次いきますよ。絶対歌うの難しいフレーズですよね、これ。音取るまでものすごい練習しなきゃいけないかもしれないですよね。それぐらいね、複雑な音のフレーズになってます。もう一回聞いてみましょうか。後半はまだ取りやすいと思うんだけど、前半の音の動きがね、ちょっとね、えぐいですね、これは。難しすぎる。
歌えたら誰か褒めてくれるんだったら、てるさん練習しますけど、歌ってみた動画とか出してみようかな。褒めてくれる人はね、コメントください。次行きますよ。最後の U のところがね、ものすごいおしゃれなんですよね。ここで転調っていう作曲テクニックを使ってるんですよ。キーが変わるポイントのことを転調って言うんですけどね。だいたい藤井さんの楽曲って C メロに行くときはその転調っていう作曲テクニックを使って雰囲気をガラッと変えて C メロ突入みたいなパターンが結構多いんですけど、その雰囲気もね、僕ね、めちゃくちゃ好きですね。次行きますよ。一回止めますね。このね、やっぱね、いいですよね。このアドリブ感。多分藤井さんここのポイントは、レコーディングもアドリブで歌ってるポイントかと思うんですよね。最近ね、多分アドリブなんじゃないかっていうポイントは、なんとなくね、気づくことがあって、気づくっていう言い方もおかしいかもしれないんですけど、あ、これアドリブだみたいなね、そういう風に思えるようになってきました。なんか自由な感じがするっていうかね。次行きますよ。このコーラスの歌い方なんですけど、音がおしゃれなのはもちろんなんですけど、言葉の発音の仕方皆さんここ聞きましたか？子音が最初に出てから実音に変わってるんですよ。そうすることによって、ハーモニーも美しいんですけど、そのコーラス舞台でズバッとした切れ味みたいな雰囲気をですね、表現することができるんですけど、今ね、それやってちょっとびっくりして止めちゃいました。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほらほら。藤井さんのフェイクも今ね、ものすごかったけどね。シャーイみたいな。ごめんなさい、なんか雰囲気で歌っちゃったけど。ズバーンみたいなね。雰囲気ありますよね。で、多分コーラスもこれ全部藤井さん一人で入れてるんですよね。なんかね、本当にすごいですよね。知識が。知らないことないんじゃないかって思っちゃうぐらい。本当に素晴らしいです。次行きますよ。はい、いいですよね。ここね。ピタッと止まってね、時間がこう止まったかのようなところから、言うっていう言葉がね、現れるっていう、この流れ最高すぎますよね。いや、ほんと藤井さんのアルバム曲って思えないですよね。もう全部メイン曲っていう感じ。本当に全部いい曲。じゃあ次行きますよ。これね、バン、バンのここのドラムの音がね、かっこいいですよね。で、ここのポイントはですね、ハーフテンポって言って、今までの曲のスピードがですね、半分のスピードになってるポイントなんですよね。だからこうなんかゆったりとした雰囲気がたっぷりと感じることができるっていうか。もう一回聞いてみましょうか。みたいな。そう、このハーフテンポを入れることによって、一瞬落ちサビ的な雰囲気を表現することができるんですよ。で、その後元のテンポに戻すことによって、自然とこう盛り上がった雰囲気につなげてあげることができるっていう作曲テクニックっていうか、アレンジテクニックですね。次いきますよ。いい。この高音に行くところがこのハモるんですよね。もうほんとアレンジお化け。もうアレンジの知識がね、ものすごすぎる。じゃあこのままね、次行ってみましょうかね。ほらほら。で、この辺でもう元のテンポに戻ってるんで、盛り上がってる感じが出てますよね。これがですね、ハーフテンポを経由して元のテンポに戻った時の盛り下げ、盛り上げの流れなんですよね。めちゃくちゃかっこいいですよね。僕ね、この感じ大好きです。僕自分で楽曲作る時もやっぱね、ハーフテンポって結構入れちゃうタイプで、落ちサビ入れるの好きだったんですよね。だからね、そこはね、あえてハーフテンポにして、みたいな感じのアレンジ使ってました。次行きますよ。
ほら、ほら、ここ。ものすごい複雑な難しい音を使ったハモリ出てきました。もうこの音をチョイスするっていう発想は僕の中にはないですね。それぐらい珍しい音を使ったハモリやってます。もう一回聞いてみましょう。ここ。よーみたいな。この音でハモってるわけですけど、これはね、ジャズとかで使われる音なんですよ。専門用語で言うところのメジャーセブンスっていう音。これね、解説しようとするとすごく難しいんですけど、簡単に言うと、ジャズっぽいおしゃれな雰囲気の出る音なんですよね。でも、この音単体でハモリに持ってくるっていうのは、一般的なハモリじゃないんですよ。でもそこやっちゃうっていうね、藤井さんの凄さ。この発想力と行動力がね、ほんと尊敬しますね、僕は。次行きますよ。いいね。メロディーとフェイクがこう絡んでって、たまたまハモったみたいな瞬間って、かっこいいですよね。なんかね、今その瞬間が聞けたかなと思って。もう一回聞いてみましょう。ほら、ここ。たまたまじゃないのかもしれないですけど、フェイクがあると、なんかこうハモリポイントが来ると、なんか、たまたまハモったんじゃないかな、みたいな、勘違いでもいいんですよ。たまたまハモった、みたいに思えればいいんですよ、僕の中では。その瞬間がね、最高に感動できるっていうか、今ね、その瞬間だったので、皆さんにね、伝えたくて、もう一回聞いてみました。次行きますよ。いいよね。このね、徐々にこう終わっていく感じがね、物悲しいんだけど、なんかね、ジーンとくるというか、ごめんなさい、なんかね、テンションが上がりすぎて語彙力なくなっちゃってる。せっかくなんでね、最後まで聞いていきますよ。このね、楽器の音色チョイスいいですよね。このシンセの音とかすごいいいですよね。やっぱりね、80年代、70年代のアメリカンポップスっていう感じの音色。で、日本だと80年代、90年代にこの音色を使った、楽曲が結構多かったかなっていうふうに思うんですけど、なんかね、そういう懐かしい気持ちにさせてくれますよね。続き聞いていきましょう。そっか、ごめんなさい。ごめんね。もう一回しあるって勘違いしてて止めちゃったけど、もう最後の音でしたね。いやー、最高でしたね。以上、藤井風優歌声分析はここで終了です。さあ、歌声分析をしてみたわけですけれども、やっぱりね、歌声分析をして集中して音楽的な耳で聞いてみると、ものすごいね、普段聞けないところまで聞くことができるので、さっきね、歌声分析中にも言いましたけど、すごく楽しいですね。楽しい反面、ものすごく集中するので、一気に疲れちゃったりもするんですけど、だから普段からこの聞き方はできないなっていうふうには思いますけど、撮影の時、限定の聞き方。でもね、最高に楽しいですね。そして今回もですね、藤井さんの凄さを知ることができました。もう本当になんか、8月から藤井さんの歌声分析を始めて、今ね、20曲近く動画公開してんのかなにもかかわらず、まだまだ藤井さんの歌声で発見できていない箇所がかなりあるんですよね。それだけ藤井さんの魅力っていうのは簡単には説明できないっていう部分と、やっぱり日に日に進化してると思うんです、藤井さんが。あんなにすごいのにまだまだ進化してると思うんです。だから新しい曲を分析するとさらに魅力が、さらに凄さがみたいな感じになってくるんですよね。なのでこれからもですね、藤井さんの楽曲だったり歌声をね、分析していくのがものすごく楽しみなので、今後も藤井さんの動向には注目していきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。